まさか息子が連れてきた彼女が母子家庭とはね。母子家庭ってことは中卒か？病院勤務と聞いたが、掃除のおばさんか。そうやって病院に潜り込んで医者に近づくためなら何でもする底辺ってやつか。どうやって息子をたぶらかしたんだ？娘の結婚挨拶の顔合わせで彼の父親からとんでもない一言を言われた。夫の死後、私一人で娘を一生懸命育ててきた。これだから母子家庭はなどと言われないように娘も努力し続けてきた。会ったばかりの相手にそこまで言われる筋合いはない。私は黙って唇を噛んだ。しかし酒が入った父親の勢いは止まらなかった。なんと言おうが結婚は許さん。母子家庭の貧乏人なぞうちと釣り合いが取れるわけがないだろう。私が価格に見合った女性を探してきてやる。うちは優秀な医者の家系なんだ。こんな底辺と縁続きになるというだけで末代までの恥だ。ほら時間の無駄だ。帰れ帰れ。これ以上聞いていられない。私は立ち上がると怒りに手を震わせながら本当のことを言ってやった。すると彼の父親は顔を真っ青にさせるのだった。私の名前は立花陽子、55歳。看護師だった母は仕事を立派にこなしながら私を育ててくれた。そんな母の姿を見ていたせいか、私も看護師を目指した。念願の看護師になり、国立大学附属の病院で働いていた頃に出会ったのが新人医師の敦だった。敦は医師にありがちな選ぶったところのない人だった。医者としての能力は高いのに謙虚で優しすぎる性格。先生、しっかりしてくださいとばかりに私たち看護師が尻を叩いたもの。年齢が近かった私と敦はいつしか惹かれ合うようになり、交際を経て結婚した。数年後、敦は大学病院を辞めて開業医となった。ちょうどその頃、私はめでたく妊娠。生まれたのは女の子で、京子と名付けた。夫の希望もあり、しばらくは育児に専念していた。京子がすくすくと成長して手がかからなくなると、私は夫のクリニックを手伝うようになった。夫の選ぶらない優しい性格もあって、クリニックは評判が高く、多くの患者に頼りにされるようになっていた。医者が繁盛するのは歓迎していいのかわからないけれど、夫からは多忙で人手不足だと聞いた。だから私も妻として、看護師として、全力でサポートしたいと思った。将来はお父さんみたいなお医者さんになる。小学校の授業で将来なりたい職業を考えたらしい。娘の京子はキラキラとした目で語った。私としては看護師ではなかったのが残念に思ったけれど、京子はお父さん子だったから仕方ない。夫に似て京子は頭も良かったから不可能ではないと思った。京子の夢を知った敦は将来は一緒に仕事できるなと嬉しそうだった。忙しいけれど充実した日々の中、私は幸せを感じていた。公事魔王子という言葉がある。物事がうまく進んでいる時ほど意外なところに落とし穴があるらしい。大学病院に勤務していた頃、敦は脳に腫瘍ができて手術を受けたことがある。すっかり回復したように思っていたのに、開業して10年が過ぎた頃に体調を崩しがちになった。私はすぐに検査するように言ったものの、多忙な夫はなかなか休みを取ろうとしなかった。医者の不養生という言葉通り、患者を見るのを優先して自分の体調を気にかけなかった。気がかりを抱えたまま過ごしていた頃、診察を終えた敦が突然倒れた。急ぎ救急車を呼んで病院に搬送したものの昏睡状態が続いた。懸命な治療と
必死の祈りも虚しく、夫は意識が戻らないまま亡くなってしまった。一家の大黒柱にして愛する夫。娘にとっては目標であった父を亡くし、私たちは呆然とするしかなかった。慌ただしく葬儀を終えた後の我が家は光をなくしたようだった。クリニックは閉めるしかなかったが、娘の京子はまだ中学生。私はつてを頼り、元の職場である大学病院に復帰した。一人で働きながら子育てするのが大変なのは分かっている。かつて働いていた頃、シングルマザーの同僚がいて、いろいろと話を聞いていたから。幸いなことに、病院では淳の休止とともに復帰した私にいろいろと便宜を図ってくれた。かつて淳と親しかった医師や看護師が励ましてくれた。ほら、ここはもういいから、今日は帰っていいですよ。でも、大丈夫。早くしないと、また京子ちゃんに遅いって怒られちゃいますよ。いつもすみません。ありがとうございます。それもこれも、生前の淳の人柄もあるのだろう。周囲の人たちの温かい支援もあって前向きになれた。復帰して慣れてくると、私は手当が出る夜勤も積極的に引き受けた。生活が不規則になって睡眠時間が削られることもあった。独身だった頃より体力的にきつかった。それでも頑張れるのは京子の夢を叶えさせたいと思っていたから。そんな私の頑張りを見ていたせいだろうか。京子が率先して家事を手伝ってくれたのは助かった。京子はいつだって笑顔で私に感謝の言葉をかけてくれる。悩みも多い思春期なのに親孝行な子だ。あなた、京子はいい子に育ちましたよ。私は仏壇に向かって報告するのが日課になっていた。受験の時期を迎えて、京子は地元の公立進学校に合格した。娘の実力ならもっと偏差値の高い私立校も目指せるのに、なぜ公立高校を選んだのか聞いてみた。私立は遠いし校風が合わなそう。地元の公立なら友達もいるし。京子らしくない曖昧な答えだった。その頃からだろう、京子は医者になりたいと言わなくなった。高校を卒業したらどうするのか聞いてみても言葉を濁すだけ。3年生になる直前の春休み、京子の方から打ち明けてきた。私、卒業したら働こうかなって。何を言ってるの？大学は？医者になるって夢は？だってお医者さんになるにはお金がかかるでしょ。確かに普通の大学より医大の方がはるかに学費が高い。ただでさえうちは母子家庭、お金に余裕がないと気遣っているのかもしれない。大丈夫よ、お父さんが残してくれた蓄えもあるし。何より京子が医者になりたいと知って喜んだのはお父さんなの。その夢を諦めたらきっとお父さんは悲しむわ。他に夢ができたのならともかく、経済的な理由で諦めさせては夫に申し訳が立たない。子供には自分の選んだ道を歩んでもらいたいのが親の願いだ。京子だって本当は医者になりたいのだろう。京子にはね、諦めてほしくないのよ。お父さんが生きていたらきっと同じことを言うと思うわ。私の懸命な説得が効いたのか、京子は笑顔を浮かべて、受験勉強頑張るねと言ってくれた。それから京子は寝る間も惜しんで必死に受験勉強を頑張った。もともと目標に向かって突き進む子だ。本人がやる気を出したら何の心配もいらなかった。1年後、京子は国立大の医学部に見事合格した。京子は医大でも真面目に学んで医師免許を取得。卒業後は母校の大学病院で2年間の研修を経た後、念願かなって医師となった。その年の春、
二人で墓参りがてら報告に行った。お父さん、私ちゃんと医者になれたよ。一緒に働けなかったのは残念だったけどね。満開の桜の下、京子は墓前に向かって語りかけた。お父さんもきっと喜んでいるわ。敦が亡くなった時、京子はまだ中学生。多感な時期に父を亡くし、一時はどうなることかと思った。それでも一生懸命頑張って夢を叶えてくれた。敦がこの場にいたらきっと喜ぶに違いない。私は深い考えを抱きながら京子と墓を眺めていた。ねえお母さん、こうして娘が巣立ったことだし、お母さんも自分の人生歩いていいんだよ。いきなり何言ってるの？墓参りの帰りにファミレスで食事していた時のこと。京子がいたずらっぽい表情をしながらそんなことを言ってきたのでびっくりしてしまった。大学を卒業した時点で京子は一人暮らしを始めた。子供が独立したとはいえ、私は仕事を続けていた。今の職場は院長をはじめ人間関係に恵まれているし、必要とされている以上はずっと働き続けていきたいと思っている。私がそんなことを言うと、京子はそうじゃなくてと首を横に振った。お母さんだってまだまだいけるって。再婚はいい人いるんでしょ？そんなこと親をからかうものじゃありません。京子の言葉に慌ててしまった。病院で親しくしている男性はいるが、あくまでも仕事上の関係。今さら男女を意識するなんて。医師となった京子は頑張っているようだった。海外にも行くようになったが、まめに連絡をくれた。医者になりたての頃は患者に舐められて罵倒されたり、治療の甲斐なく患者が亡くなって落ち込むこともあったという。それでもへこたれないのが京子の強さだ。辛い時は在りし日の父を思い出して自分を励ましているらしい。仕事の話だけじゃなくてプライベートでもお付き合いしている男性がいると聞いた。医学部の同級生で彼も医者。研修医時代に悩みを相談し合っているうちに親しくなったらしい。今は離れてしまい遠距離恋愛になっている。それでも京子の話しぶりだと交際は順調。結婚するのもそう遠くなさそうに思えた。ただ相手は馬場という名字で父親も医者だと聞いて気にかかることがあった。知っている男性と同じ名字だったから。それもすこぶる評判が悪い。珍しくもない名字だから偶然だろう。幸せそうな京子に水を差したくはない。私はそう思って気にしないようにした。しばらくして彼からプロポーズを受けたという喜びの知らせが京子から届いた。改めて相手方のご両親を交えて顔合わせをしたいという。実を言うと私の方も京子に知らせたいことがあったけど、まずは京子の結婚を祝ってあげようと思った。そして高級料亭での両家顔合わせ会の日、挨拶もそこそこに彼の父による自慢話が始まった。うちはね、代々医者の家系といってもそこらの開業医じゃない。祖父も父も、そして私も宮廷大を出て大学病院で教授の地位を得ている。息子も同じ道を歩むだろう。いかに自分たち一族が優れているか、高い地位を得ているか、そんな話ばかり。母親の方はほとんど口を出してこないが、うんうんとうなずいていることから同じ意見なのだろう。私は初めこそ愛想よく相槌を打っていたが、内心では飽きていた。我々エリートは休日であろうと忙しい。今日は息子がどうしてもと言うから来てやったと言い放った時には、さすがに呆れ顔になってしまったかもしれない。きしくも私と馬場は同じ大学病院で働いていた。馬場という名字を京子から聞いた時、
まさかとは思ったが、やはり同じ病院に勤めている馬場だった。馬場は内科の教授で、私は外科病棟の一看護師。お互い面識はないが、馬場の悪い噂は看護師の間では有名だった。しかし、まさかここまでとは。それほどご多忙なのに、わざわざ時間を割いてご足労いただいて、本当にありがたいことですわ。あえて陰銀無礼に言ってみたけれど、どれぐらい通じただろうか。すると、馬場は私を品定めするようにじっくりと見てから言った。聞くところによると、あなたの夫も医者だったとか。しかし、早くに亡くなるなんて、自己管理を怠っていたというか、医師としての能力を疑う。あなたも夫の異変に気がつかなかったとは、妻としての心配りが足りなかったのでは？その言い草にカチンときた。一体何様のつもりなのか。父さん、いくらなんでも失礼じゃないか。諌めたのは京子の彼だった。初対面からこちらを見下す態度を隠さない父と違い、宗司という名の彼は誠実そうな青年なのが救いだった。いいから聞きなさい。息子の結婚相手としてふさわしいのか、親としては気になるものだ。結婚とは当人だけではない。家同士の付き合いになるのだからな。もっともらしいことを言っているけど、顔には薄ら笑いを浮かべている。その表情から完全にこっちを見下しているのがよくわかった。まさか息子が連れてきた彼女が母子家庭とはね。母子家庭ってことは中卒か？病院勤務と聞いたが、掃除のおばさんでもやってるのか？そうやって病院に潜り込んで医者に近づくためなら何でもする底辺ってやつか。どうやって息子をたぶらかしたんだ？夫の死後、私一人で娘を育てていくにあたり、支援してくれる人もいれば、バカにする人もいた。仕事を抱えながらでは、ろくに育てることができないだろう。子供がぐれたらどうするんだ。面と向かってそんなことを言われたこともある。これだから母子家庭は、などと言われないように懸命に育ててきたし、京子も努力し続けてきた。会ったばかりの相手にそこまでコケにされる言われはない。父さん、ちょっと黙っててくれよ。宗司さんは必死に諌めようとしているけれど、酒が入った父親の勢いは止まらなかった。なんと言おうが結婚は許さん。母子家庭の貧乏人なぞうちと釣り合いが取れるわけがないだろう。私が価格に見合った女性を探してきてやる。うちは優秀な医者の家系なんだ。こんな底辺と縁続きになるというだけで末代までの恥だ。ほら、時間の無駄だ。帰れ帰れ。ガタンと音を立てて立ち上がったのは京子だった。笑みを浮かべているが、目は笑っていなかった。普段の京子はおとなしくて我慢強い。父親を亡くしてからは特にそうだった。しかし、親をバカにされると激怒する。今まで彼の父親だから我慢していたのかもしれない。ここで京子が強い口調で言い返したら、彼との仲も気まずくなってしまうかもしれない。危惧した私は立ち上がり、娘を抑えるように肩に手を置いていった。娘は医者ですが。はあ？嘘だろう。母子家庭の出来損ないが。すかさず宗司さんが補足した。父さん、彼女は自分よりも優秀な外科医だよ。彼女は父親がかかった病気を早期発見するため、誰よりも研究熱心だった。その熱心さを買われてアメリカに渡り、先進治療を研究しているんだ。現地でも優秀な脳外科専門医として一目置かれる存在なんだよ。思わず宗司さんの熱弁に聞き入ってしまった。私には詳しく話してくれなかったけれど、京子がそこまで優れた医師になっていたとは誇らしい気持ちになった。当の本人は先ほどまでの静かな怒りは消え失せ、彼の言葉に照れまくっていた。ああ、そうか。だがな、どんなに娘が立派だとしてもだ。母子家庭で育った人間など、我々と住む世界が違うんだよ。
わかるだろ。お前ともいずれ分かり合えない時が来る。父さんはな、お前のためを思ってだな。さっきまでの勢いは消え失せていたが、よほどこちらが気に食わないのか、まだ口を挟もうとしていた。そこで私は前もって呼んでいた人物に合図して来てもらうことにした。さっきから母子家庭ってしつこくおっしゃってますけど、私再婚する予定なので母子家庭じゃなくなります。中井さんに連れられて部屋に入ってきたのは私より少し年上の男性だった。院長、どうして院長がここに？そう、ここにやってきたのは私が勤めている大学病院の院長の本郷さんだった。そして馬場の上司でもある。あ、本郷さん、久しぶりだね、京子ちゃん。君の評判は聞いているよ。本郷さんは亡き夫が世話になっていた先輩で、結婚前から親しくしていた。夫が生きていた頃には家にも遊びに来て、幼い京子の遊び相手になってくれたこともある。今では大学病院の院長であり、復帰した私に対して何くれとなく支援してくれた人物。かつて京子にいい人いるんでしょと聞かれたとき、最初に浮かんだのは彼だった。本郷さんも妻を亡くして久しく子はいない。京子のことは我が子のように可愛がってくれていた。以前から彼にアプローチを受けていたものの、まだ気持ちが踏み切れなかった。京子の結婚が決まって、ようやく受け入れることにした。本当は相手の両親の挨拶が終わった後、京子に合わせて打ち明けようと思っていた。でも状況次第では早く来てもらうつもりだった。本当はご挨拶が終わってからと思っていたのですが、この際ですから報告させていただきます。私、本郷さんと結婚することになりましたので。口をあんぐりと開けたままの父親。母親の方も呆然としている。これは院長と縁ができるとはめでたいことですな。なあ、お前もそう思うだろ？そうですわね。手のひら返しとはこのことだろうか。打って変わってこびたような笑顔を浮かべる両親を見て、宗司さんは何とも言えない表情をしていた。そこで今度は私から言わせてもらう。こちらとしては喜んでばかりいられないです。宗司さんは京子の結婚相手として申し分ないのですが、親の方がそぐわないというか。何をおっしゃる？馬場は内科の教授という地位にあるが、いろいろと悪辣な手段を用いていた。部下に書かせた論文の内容が優れていると自分名義で提出して手柄を横取りする。ライバルになりそうな同僚のミスをでっち上げて蹴落とす。若い医師や看護師に対するパワハラなど、以前から聞いていた評判を暴露してやった。悪い評判というのは所属する科が違っていても看護師のネットワークを通して入ってくるものだから。何より許せないのが、先ほど夫に対して医師としての能力を疑うとおっしゃいましたよね。いや、それは言葉のあやというか。それを聞いて怒ったのが本郷さんだった。生前の敦は大学病院でも優秀な准教授で、次期教授候補として名が上がるほどだった。だが脳の手術を受けたこともあって健康に不安を感じ、大学病院を去った。その彼を侮辱することは許されないと憤慨していた。怒る本郷さんの前では馬場も意気消沈して蛇に睨まれたカエルのようだった。それにしても息子が結婚する相手が何をしているのか本当に知らなかったとは呆れる。僕はちゃんと言ったんですけどね。父がろくに聞こうとしなかっただけで。どうやら母子家庭イコール低学歴の貧乏人という先入観があって、初めから結婚に賛成するつもりはなく、相手をバカにするために来たのではないかと思われた。
ゴニョゴニョと弁明している馬場を無視して本郷は京子の方を向いた。京子ちゃん、メールで送った件考えてくれたかな。最近までアメリカを拠点にしていた京子だったが、結婚を機に帰国した。優れた脳外科医である京子は引く手あまたでいくつかの病院から勧誘されていた。しかし院長としては母校である大学の病院にぜひとも戻ってきてもらいたい。ゆくゆくは自分の後を継いでもらおうと思っていると話した。おお、そりゃいい縁ができますな。いつの間に結婚することを認めたのか、相手の父親は笑みを浮かべて院長にこびへつらう。対照的に京子の顔は曇っていた。申し訳ないのですが、こちらの病院に戻る話は辞退させてください。何か理由があるのかね。京子はさっきまで見下した態度をあらわにして言いたい放題だった馬場を睨んだ。私は父から医者はどんな人にでも寄り添わないといけないと教わりました。どのような地位につこうが命はたった一つ、病気は期限に関係ないって。私は父と過ごした日々をいつまでも忘れませんし、父亡き後も立派に育ててくれた母を誰よりも尊敬しています。その両親を侮辱するような教授がいる病院で働くことはできません。本郷はなるほどと深くうなずくと馬場を見据えながら言った。彼の評判は私にも届いている。近いうちに対処することを誓うよ。うちの病院には京子ちゃん、いや立花先生が必要だから。そんな、この小娘、お前なんてこと言うんだ。馬場君、君は少し黙りたまえ。君には追って処分を言い渡す。馬場はそう言われると絶望の表情を浮かべたのであった。早速宣言した通りに本郷さんが動いたようで、翌月には馬場に対して処分が下された。減給、降格の上、僻地にある介護医療センターに飛ばされたという。所長待遇ではあるが、ほぼ実権のない官職らしい。あれほど優秀な医師の家系を誇り、大学病院の教授であることを自負していたためだろうか。馬場のプライドが許さなかったのか、馬場は半年と持たずに辞めてしまったそうだ。その後、京子と宗司さんは無事に結婚。京子は本郷さんの招きを受け入れて、元の大学病院に復帰した。お母さんと本郷さんも一緒に式を挙げようよと誘われたけれども、いい年してそれは恥ずかしい。席は入れたけれど、派手な式は挙げるつもりはない。京子たちが落ち着いたら、親しい人たちだけ招いてパーティーでお披露目しようと思っている。京子と宗司さんは大学病院でもお似合いの夫婦として評判らしい。娘が幸せな結婚生活を送ることができて、親としては安心している。私もこの年になって良き伴侶に恵まれた。今は穏やかで幸せな日々を送ることができている。育ってきた環境で人を判断してはいけない。私は今日も誇りを持って生きていく。わからない？あなたたちは一番最後よ。低学歴の貧乏人なんだから当然でしょ？私は娘と手続きのために銀行へ行くと、そこで娘の小学校のボスママに会った。窓口に行ってびっくりしたが、番号札を取り待った。しかし、待てど暮らせど、私たちの番号が呼ばれない。私たちより後に来た人が先に呼ばれていたので、順番を確認すると、そう言い放たれたのだ。彼女は私を農家で貧乏、そして娘が中学受験しないことに対して陰で馬鹿にしていたのを知っていたが、まさか職場でこんな嫌がらせをしてくるとは思わなかった。そして待ちくたびれ、不機嫌になっていた娘が笑顔で言い放ったセリフに、彼女の人生は打ち砕かれた。預けてる50億下ろしてここ潰しちゃおうよ。この娘の一言が
とんでもない事態を巻き起こしたからだ。私の名前は佐藤美咲。子供の頃から住み慣れた土地で、夫と娘と3人で暮らしている。夫の拓司は中学の同級生で、代々農家を営んでいた。小さなことを気にしないおおらかなタイプで、そこに惹かれて結婚した。結婚後、数年で娘のあゆかが生まれた。外遊びが好きで、田んぼを手伝いに行けば、後ろでカエルを追いかけて泥んこになり、畑を手伝いに行けば、出来たての野菜を水で洗ってかぶりつくような、そんな活発な子に育っていた。そもそも私と拓司は、あゆかをのびのびと育てたいと思い、ダメなことはダメだと教えるが、人に迷惑をかけることでなければ、やりたいことを自由にやらせていた。あゆかはすくすくと育ち、いつも元気で泣いている子がいれば大丈夫と声をかけられるような優しい子に育っていった。あゆかが小学生に上がる頃、あゆかが公園で遊んでいると、一人の女の子があゆかをじっと見ていた。あまり見たことがない子だったが、気づいたあゆかが声をかけた。なーに？一緒に遊ぶ？お名前は？少し小柄な子だったので、年下と思ったのだろう。幼稚園で下の子たちに声かけるように話した。私は、親はどうしたのだろうと思い、あたりを見渡した。私、楓、6歳。それ作るの一緒にやりたいなって。私とあゆかは砂遊びをしていて、あゆかは1時間かけて砂のお城作りをしていて、足元や袖は砂だらけだったが、楓ちゃんは公園で遊ぶような、ましてや砂遊びをするような格好ではなく、かわいいワンピース姿だった。同じ年だね。嬉しい。お城はもうできちゃうから、他の作る？そう言って誘っていたが、楓ちゃんの姿に私としては親に了解を取った方がいいのではと思っていると、一人の女性が楓ちゃんの名前を呼んだ。楓、そんなところに入っちゃダメよ。そう言って駆け寄ってきたのは見た目が派手な女性だった。楓ちゃんとお揃いのワンピースにヒールを履いていて、自分とは真逆な人だなと感じた。すいません、急に声をかけてしまって。そう言って低姿勢だったが、まるで査定するかのように私とあゆかを撫でるように見ると、少し嫌な笑みを浮かべたが、すぐに満面の笑みになった。引っ越してきたんです。仲良くしてくださいね。あ、そうなんですね。私は地元でして。最近この辺りは後継者問題から農地を手放す人が増え、先の感染症の影響でテレワークも増えたからだろう。都心に程よく近いことで人気になり、住宅が増えていた。そんなことを思っていると、あゆかが楓ちゃんを誘い、他の遊具で遊び始めた。皆さん、この方、地元の方だそうですよ。あ、お名前聞いても？少し離れたとこでママたちとおしゃべりをしていたようで、花が声をかけると、私と顔なじみがない他のママ友たちも集まってきた。どうやらみんな同じ住宅地の方だったようで、少し離れるが大きな公園に行ってみようと遊びに来たということだった。あ、私、佐藤美咲と言います。娘はあゆかです。よろしくお願いします。子供たちが遊んでいる間は当たり障りない会話を続けた。近所なのかと聞かれたので、そうだと答え、同級生と分かっていたので、私は行く予定の小学校の名前を言った。じゃあ、同じ小学校ですね。親子ともども仲良くさせてもらいたいので、家にぜひ遊びに来てください。そう言って、花のホームパーティーに招待された。花の華やかな雰囲気と、周りのママたちの花に対する態度で少し行くのをためらったが、ちょうど戻ってきたあゆかが話を聞いていて、
行きたいというので行くことにした。誰とでもすぐ友達になってしまうあゆかを尊敬するし、誇りに思うが、こんな時は少しついていけない気持ちになってしまう自分がいた。当日、事前にどんな集まりか聞いていたが、家族同士で遊ぶだけで普通の集まりだと言われていたので、私は花の家に普段着で行った。しかし、明るい声で玄関を開けてくれた花は、先日よりもさらに派手なドレス姿だった。後ろに見える人たちも皆フォーマルな格好で、ラフな格好の人もいたが、それでもワンピース姿だった。私は他人の家に上がるからと、ちょっときれいめな格好で来たけど、パンツ姿だったので、正直浮いていると感じた。あゆかちゃん、遊ぼう。フリフリのお姫様のような姿の楓ちゃんに誘われ、サロペット姿のあゆかが後を追って、同じようにフリフリ系のワンピースを着た子供たちの輪に入っていった。私は少し嫌な予感がしたが、今帰るわけにもいかないので、手土産を渡して家に入った。花さん、なんか場違いですみません。会話の取っかかりのためにもそう言って声をかけた。気にしないで、仕方ないわ。そう言って輪の中に入れてくれたが、仕方ないって言い方が私は少し気になった。そして輪に入っていくと、そこでは夫の職業について話がされていた。うちの夫は大手商社の部長なんです。他の人は知っているようだったので、私への説明のようだった。本当、素敵なご主人に素敵な家に綺麗な花さん、憧れます。自慢げに言う花に、半ばわざとらしいのではというくらいの勢いで周りの人がおだてていた。私は特に何も言うわけでもなく、その場に水を差さないように笑って流していた。しかし、その後の話の矛先は私に向けられた。美咲さんのご主人はどんなお仕事？正直、まだ会って2回目で、家に呼ばれたのも驚いたが、夫の職業を聞いてくるのも驚きだった。夫ですか？家は農家です。すると、周りのママたちが、と顔を見合わせた。そして、そのうちクスクスと笑い始めた。本当？今のご時世。私、初めて農家の方とお会いしたわ。あれですの？朝早くから泥にまみれてお家のこともやってって感じ？だからそんな格好。とでも言うように私の服をちらちらと見た。私はもう苦笑いして対応するしかなかった。こういう人には何を言っても仕方ないだろうと思ったのだ。早く帰りたいと思うも、子供たちが楽しそうに遊んでいるので針のむしろだった。花は最初からそのつもりだったのではと思うくらい流れるように自慢話をしながら私を見下し続けた。自分の学歴の話となると、その態度は加速していった。まあ、夫も優秀ですけど、妻の私もそれなりでないといけないでしょ？私立の経大学を卒業してるのよ。すごいわね。旦那さんとはそこで？ああ、美咲さんは？話を変えたいかのように私に聞いてきたので、私は仕方なく答えた。私は高卒です。やっぱり？なんとなくそうかなって思ってたのよ。あなたって期待を裏切らないわね。学歴と収入って比例するわよね。本当そう思うと子育てって難しいわ。そう言って流れるようにバカにすると、子供の受験の話となった。小学生に上がったら、ピアノ、英語教室、塾はマストで、などと話し合っていたが、またしても私に話を振ってきた。美咲さんちは教育についてどうお考えなんですか？うちは特には習い事は考えてません。もちろん
本人がやりたくなったらやらせようかなって思ってますけど。やだ、嘘でしょ？そう言ってまた笑い出したのだ。子供は可能性の塊なのよ。何でもやらせてあげなくっちゃ。あ、農家だったら家の手伝いで忙しいものね。いえ別に。私たちはあゆかに手伝いをさせたいわけではないと言おうとしたが、花に遮られてしまった。あゆかちゃんがかわいそう。知ってる？親の年収で子供の将来って決まるらしいわよ。親だったらちゃんと子供のためにいい教育させてあげないとね。いい大学行って、いい企業に勤めてもらわないと。低学歴だとずっと貧乏から抜け出せないわよ。ずっとね。まるで私たちが貧乏だと言わんばかりだった。私はあまりの態度に反論するのもバカバカしくなったが、さすがにその場に居続ける気にはならなかった。そもそも服装のこともそうだが、もしかしたら誰かをバカにして自分の株を上げたかったのかもしれないと思った。そのために私を呼んだのではと勘ぐってしまう態度だった。私はそろそろ失礼しますねと言うと、あゆかに声をかけて家を出ようとした。そうよね。農家は毎日休みなくって大変だものね。忙しいのに呼んで悪かったわ。あ、そこにあるの高級なお菓子なんだけど持ってく？包むわよ。最後の最後まで私をバカにした態度だった。周りはこの状況を楽しんでいるようで、クスクスと笑っていた。私は結構ですと言って足早にその場を後にした。家に帰ると私の暗い顔と最後に花が言っていたセリフに小さいながらに感じたのだろう。ママ、大丈夫？楓ちゃんと遊ぶのダメだった？そう心配され、大丈夫よと答え、楓ちゃんとは小学校一緒だから遊べたら遊んでねと答えた。親の問題を子供に持ち込んではいけない。私は夫に今日あったことを話した。最近の教育方針の傾向などもあるし、小学校も一緒なので情報共有は必要だと思ったのだ。そんなことが、世の中いろいろな人がいるんだな。美咲、よく頑張ったね。そう言って、その場での私の対応と、あゆかへの答えを褒め、ねぎらってくれた。託児の言葉に、半日もやもやしていた気持ちが落ち着いていくのを感じた。俺の考えは変わらない。人に迷惑はかけない優しい子に育ってくれているあゆかを信じているから、この先も本人がやりたいということをやらせていったらいいと思う。そう言ってくれたので、私は改めて教育方針を確かめることができた。私たちは私たちなりにあゆかを育てていこう。それからは花に呼ばれることもなかった。小学校で見かけることもあったが、お互いに関わり合うことはなかった。最初は同じクラスになったことで、楓ちゃんと遊んでいたあゆかも、学年が変わる頃には楓ちゃんとは遊ばなくなっていった。途中遊ぶのが減り出した頃は、あゆかが少し寂しそうに、楓ちゃん今日も塾なんだってと元気がない様子もあった。そんなあゆかに寂しくないよう、子供向けの映画やアニメを見せてあげると、喜んで夢中になった。あゆかはそれから映画が好きになり、国内海外の映画、そしてその映画の原作本を読むようになり、友人と遊ぶこともあったが、それ以外の時間はずっと映画や本を見るようになった。それから数年後、あゆかは小学6年生になり、来年には中学生になる。小さかったあゆかが立派になり、子供の成長は早いなと感慨深い。今日はあゆかと銀行で手続きをするために外出していた。終わったら美味しいパフェ食べたいな。それでもそう言ってパフェをねだるあゆかに、
このあたりはまだ子供だな、と微笑ましく思いながら銀行に入ると、中はかなり混雑していた。これは結構待つわね。私は覚悟をして受付に行くと、そこには思わぬ人がいた。銀行員の服を着た花がいたのだ。あら、久しぶりね。あなた、おろすお金なんてあるの？花は銀行でパートとして働いているようで、私に番号札を渡してきた。あんなにお金に困ってなさそうだったのに、働いているなんて不思議に思った。でも、関わりになりたくなかったので、私は会釈をすると空いている席に座った。しかし、待っていても私たちの順番が呼ばれなかった。自分たちより後に来ている人が先に呼ばれ、なおかつ終わって帰っていった。私はこの後の約束もあるし、と思い、嫌だったが、花に順番を聞きに行った。私たちっていつ呼ばれるのかしら？順番抜かしてない？わからない？あなたたちは一番最後よ。低学歴の貧乏人なんだから当然でしょ？え？あまりの態度に驚いた。昔からこの銀行を使っているが、こんなこと初めてだ。だって、あなたどうせ、はした金下ろすだけでしょ？何の得にもならないじゃない。そんな貧乏人は後々。人件費の無駄よ。お金を持ってる高学歴なお客さんが優先されるに決まってるじゃないのよ。あなたとは時間の価値が違うんだから。あまりに理不尽だったが、要は営業をするのに金持ちを裁きたいようだった。混み合っていて他の行員は忙しそうだった。どうしても今日手続きを窓口でしなければいけなかったので、私は仕方なくまた席に戻った。客が途切れれば呼ばれるだろう。落ち着いてきたら他の行員に声をかけよう。幸い、あゆかもスマホの映画に夢中になっていたので、そのまま待つことにした。最終的に3時間近く待ったところで、スマホとイヤホンで映画を見ていたあゆかが、当たり前だが文句を言い始めた。ねえ、もう私映画2本目見終わっちゃうよ。まだ？お腹空いたんだけど。そうよね。いくらなんでも遅すぎると私が立ち上がったところで、後から窓口に来て手伝っていた支店長が私に気づいて声を上げた。あ、佐藤様、今日はどのようなご用件で？そう言って低姿勢で話しかけてきた。私はこの現状を言おうか、手続きのことだけ言うか悩んで答えるのが遅れると、あゆかが先に口を開いた。あの窓口の人が呼ばないから3時間待たされてるの。わざとなのだろう。少し大きめな声で花を指さしながら答えた。まさかそんな風に言われると思っていなかったのだろう。花は少し焦って口をパクパクさせていた。そして口をパクパクさせているのは支店長も同じだった。なんてことを、すぐにお手続きを、こちらへ。と支店長は大きな声を出したが、途中からは声を落とすと、私とあゆかを連れて支店長室に招いた。もちろんすぐに花も呼ばれた。花はまだ事の大きさに気づかず、何焦ってるんだといったふてぶてしい態度だった。支店長はすぐに花に事情を説明するように言ったが、花は言い訳を始めた。なんか、あの手続きの種類的に、今日混んでたので、優先順位をつけた方が、要領を得ないからだろう。早々に聞くのをやめると、支店長は謝罪を始めた。本当に申し訳ございません。職員については厳格に対応しますので。今日はどんなご用件でしたか？娘の中学の入学金の手続きで、窓口で本人確認が必要とのことでしたので。
中学の入学金と聞くと、花はすぐに話に入ってきた。あゆかちゃん受験したのね。すごいわ。どこ受かったのかしら？どうせ大したとこじゃないでしょとでも言うような態度だった。S インターナショナルスクール。あ？え？花が驚いている様子だったが、なんとか平静を保っているように装っている姿がなんとも滑稽だった。S インターナショナルって、中学高校一貫でハーバード大学に入学している人を多く輩出している、S インターナショナル？嘘でしょ？あゆかは最難関と言われている私立中学に合格した。あゆかは受験を考えていなかったが、趣味の映画鑑賞で英語を勉強するようになった。アニメにしても実写にしても最初の声の方がイメージに合っていて面白いとのことで、毎日英語を浴びるように聞いていた。その結果、英語の成績がめきめき上達していき、今では字幕なしで映画を見れるようになり、英語の本も読めるようになった。英語をもっと勉強したい。英語を使った授業を受けたい。いろいろな世界を見たいということで、インターナショナルスクールを受験して見事合格したのだ。へえ、まぐれで受かることもあるかもね。でも、あそこって学費高いって聞いたけど、あなた大丈夫？払えるの？まだ負け惜しみを言いながらも態度を変えない花に、きっぱりと答えたのはあゆかだった。はい、余裕です。パパの口座、今日限りで解約するんで、50億下ろします。はぁ？ 50 億。5万円の間違いじゃないの？この子、頭おかしいわ。などと鼻で笑いながら言ったが、口座解約の言葉に我に返った支店長が花を叱咤した。お前はなんてことを。佐藤様はな、この辺りの不動産をたくさん持っている大富豪だぞ。あの金額の口座解約なんて。そう言って頭を抱えてしまった。私の家は代々続く家で、至るところに不動産を持っていた。農家もしていたが、数年前、両親が亡くなった時に整理して、農地も売り、中にはビルになっているもの、近くに駅が建ち、地価が上がったものがあり、不動産王とも呼ばれていた。そして、託児の実家もずっと農家の家系で、そっちはそのまま農家を続けていたので、花と知り合った時に、夫の職業は農家だと言ったのは嘘ではない。この銀行は両親が相次いで亡くなり悲しむ私に親身になって対応してくれたので、私は今回のことも穏便に終わればと思い、何も言わずに順番をずっと待っていたのだ。嘘でしょ？あの時農家だって言ったし、適当な服で、最初に会った時だって泥だらけで薄汚れた格好してたじゃない。そもそも会ったのが公園だったのだから、あんな派手な格好をしてる方がどうかと思ったと思い出していると。楓ちゃんのママ、よく人を見た目で判断してマウントしてますけど、本当のお金持ちって案外着飾ってないんですよ。なんでかわかります？そんな小さなこと、どうでもいいからです。ああ、でもわからないですかね。楓ちゃんち、お金持ちじゃないから。大人びたようにそう言い放ったあゆかに、正直私も面食らった。普段そんな風に他人を攻撃し、傷つけるような言い方をしないあゆかに驚いたのは、花だけではなく私もだった。すると、この状況を終わらせたい支店長が、震える声で言った。佐藤様、後日再度謝罪の場を設けさせていただけたらと思います。口座はとりあえずそのままで。何卒お願いいたします。お嬢様の入学手続きは今すぐさせていただきますので。花が書類を持ってこようとすると支店長は、
君はもう何もしなくていい。と花に怒鳴った。花はようやく自分がしでかしたことの大きさに気づいたようだ。すでに14時近くになっていたので、支店長が花にここから出ていくように合図した。自尊心が傷ついたのか、顔面蒼白な花は他の職員に連れられ出て行った。こちらはなんとか無事、期日までに振り込みが終わり、帰る途中で私はあゆかに話しかけた。ちょっと言い過ぎだったんじゃない？少しあゆからしくなかった気がしたんだけど。するとあゆかが立ち止まり、私に向かって言った。私、本当に嫌なの。金持ちのマウント取ってくる人って、ママには言わなかったけど、私、農家ってだけでいじられたことあったんだ。え？そんなことが？私はあゆかが家の職業で嫌な思いをしていただなんて知らなかった。私、今に見ていろってずっと思ってて。だから今日すっきりした。ママ、私、家柄とか職業でそういう目に遭っている人たちを勇気づけていきたいって思ってるんだ。そのためには、まず私が頑張る。それで、私が成功したら、そういう人たちを助ける活動をしていきたいんだ。そう言って、目を輝かせたあゆかに、私は驚いた。そして、辛い経験をバネに夢を持ち、それに向かって頑張ると決めた娘を心底誇りに思った。そんなこと考えていたなんて、よーし、今日は好きなの食べていいよ。そう言って、あゆかの好きなカフェの前で足を止めた。ほんと？もうお腹ペコペコだから何でも食べれるよ。いつも食べれないって思ってたから注文しなかったけど、今日はいけそう。特大パフェのアイスダブルで。そう言って、いつもの笑顔を見せてくれた。後日、支店長と部長と課長たちが家を訪ねてきて、夫と私に平謝りをしてきた。あれから花は解雇されたそうだ。実は支店長たちが来る前に信じられないことに花から電話があった。猫なで声で、ねえ、勉強法を教えてくれない？あなたと私の仲じゃない。と言ってきたが、本人に好きなことをやらせていただけですよ。と丁寧にお断りしたところ、暴言を言い始めた。銀行を解雇されたことで夫と喧嘩になった。楓も大した学校に受からず、夫に無駄に習い事させて詰め込みすぎだと。続けたいなら自分で稼げと言われ働いていたのに、今回のことでより険悪になり、教育方針も合わず呆れた夫に離婚されそうだと電話口で騒いだのだ。あなたの満足を満たすためじゃなく、楓ちゃんのためにどうするのが一番いいかを考えて行動してあげてください。そう言うと黙ったので、私はそのまま電話を切っていた。拓司とそのことも話した上で、謝罪を受け入れた後、静かに言った。くれぐれも今後は外見で人を判断しないで、お客様ファーストで職員を指導してください。また、ああいう場面を見かけたら、今度は本当に解約します。支店長の立場も考えての拓司の発言に、支店長は努力と改善を約束し帰っていった。あれからあゆかはインターナショナルスクールに入学し、毎日楽しそうに通っている。あゆかの楽しそうな顔を見ていると、私たちの決断は正しかったんだと改めて思う。子供は親のおもちゃじゃない。子供の意思は尊重されるべきだ。これからも私たちがやらせたいことではなく、あゆかがやりたいことを全力でサポートしていきたい。そして家族みんなが笑顔でいれるように、自分らしくいれることを大事にしていきたいと思った。何するんですか？彼女の声が夜の静けさを切り裂く。
コンビニからの帰り道、つまずいてしまった俺は、目の前にいる女性にビール缶の中身をぶちまけてしまっていた。ごめんなさい。慌てふためいた俺は、とっさに彼女のシャツを拭こうとする。だが、俺は自分の手が彼女の胸に触れていることに気がついた。やべ、まずい。まずすぎる。慌てて手を引っ込める俺。顔が真っ赤になるのを感じる。心臓は今にも飛び出しそうなほど激しく鼓動している。本当に申し訳ありません。わざとじゃなくて、俺が弁明しようとしていると、彼女はじっと俺の顔を見つめてきて、こんな提案をしてきたのだ。二人でいいことしましょう。なんだって？カタカタカタ。キーボードを叩く音が狭いワンルームに響く。くそ、またエラーか。高橋由紀、30歳。フリーランスのプログラマーとして細々と暮らす俺の日常だ。画面に映るコードの行列を眺めながら、俺は深いため息をついた。時計を見ると、もう午後11時を回っている。今日もまた、一日中パソコンと向き合っていたことになる。これしか俺には残されてないんだよな。かつては、大手 IT 企業でバリバリ働いていた。給料も良かったし、将来は約束されたも同然。でも、ある出来事をきっかけに、すべてが崩れ落ちた。独立を決意したのは5年前。俺なら絶対にやれる。そう思い込んでいた。でも、現実は甘くなかった。最初の半年は、貯金を切り崩して何とかしのいだ。これから上向くはず。そう信じていた。けど、大口の案件は次々と競合に持っていかれ、細かな仕事をかき集めて、何とか食いつないでいる状態が続いた。もう限界かも。家賃の支払いは2ヶ月遅れ。携帯の料金も滞納気味だ。このままじゃ、ネットの接続も止められかねない。そうなったら仕事すらできなくなる。プログラミング以外に俺ができることなんて、もう何もない。今はただ生きるために必死でコードを書き続けている。ふと冷蔵庫の中を覗く。案の定、中身は空っぽだ。そうだ。今日の仕事、なんとか納品できたし、ちょっとぐらいいいよな。財布の中身を確認すると、1000円札が1枚。これが今の俺の全財産だ。俺は重い足を引きずるように立ち上がり、外に出た。夜の街は相変わらず人のぬくもりを感じさせない。行き交う人々の顔は皆せわしなく、自分の世界に没頭している。みんな、それぞれの人生を必死に生きてるんだよな。そんなことを考えながら、近くのコンビニに向かう。自動ドアが開き、冷たい空気が俺を包み込む。いらっしゃいませ。店員の声も、どこかうつろに聞こえる。俺は迷わず冷蔵庫に向かい、一番安い缶ビールを手に取った。これで今日の、いや、明日からの活力に、レジに向かおうとした瞬間、俺の目に飛び込んできたのは、まるで絵画から抜け出してきたかのような、美しい女性の姿だった。思わず声が漏れる。長い黒髪が艶やかに肩に落ち、大きな瞳が俺を射抜く。スーツ姿なのに、どこか儚げな雰囲気を醸し出している。なんだよ、こんな時間にこんな綺麗な人がいるなんて。俺は思わず足を止め、彼女を見つめてしまう。彼女も俺に気づいたのか、こちらをちらりと見た。目が合った瞬間、心臓が大きく跳ねる。慌てて視線をそらすが、もう手遅れだ。顔が熱くなるのを感じる。落ち着け俺。ただの綺麗な人を見ただけだ。深呼吸をして、なんとかレジに向かう。だが、彼女の存在が気になって仕方ない。レジでの会計も上の空で、小銭を落としてしまう。コンビニを出るとき、彼女はまだ店内にいた。もう一度だけ、その姿を見たくて振り返る。
ため息が漏れる。こんな気持ちになったの、いつ以来だろう。缶ビールを片手に、人気のない歩道をふらふらと歩く。街灯の光が俺の影を長く伸ばし、寂しげな雰囲気を醸し出している。それでも、さっきの彼女のことを考えると、胸がじんわりと温かくなる。そんな中、ふと目に入ったのは前方を歩く人影。まさか、心臓が再び高鳴り始める。間違いない。さっきのコンビニにいた彼女だ。まるで夜の闇を切り裂くかのような凛とした佇まい。すらりとした背中にしなやかな黒髪。その姿は俺の心臓を高鳴らせるには十分すぎるほどだった。なんでこんなところで、俺は思わず見とれてしまい、歩くペースが遅くなる。そんな時、足元の段差に気づかず、つまずいてしまった。うわっ！バランスを崩した俺は、前のめりに倒れ込む。そして、その美しい女性に向かって突進していくのだった。危ない！俺の声に気づいた彼女が振り返る。その瞬間、俺の目に飛び込んできたのは、驚きに見開かれた大きな瞳。そして、次の瞬間、ガシャーン！俺の手に握られていたビール缶が、彼女の胸元めがけて中身を吐き出した。ごめんなさい。慌てふためいた俺は、とっさに彼女のシャツを拭こうとする。だが、何するんですか？彼女の声が夜の静けさを切り裂く。そして俺は、自分の手が彼女の胸に触れていることに気がついた。やべ、まずい。まずすぎる。慌てて手を引っ込める俺。顔が真っ赤になるのを感じる。心臓は今にも飛び出しそうなほど激しく鼓動している。本当に申し訳ありません。わざとじゃなくて、言葉が出てこない。頭の中が真っ白になる。彼女の目は俺を睨みつけていた。あなた、名前は？突然の質問に、俺は驚いて言葉に詰まる。高橋ゆきです。彼女はじっと俺を見つめ、そしてため息をついた。君、今の行為、わかってる？その目は鋭く、まるで俺の心の中まで見透かしているようだった。いや、本当に事故で。黙って。俺の言い訳を遮るように、彼女は厳しく言い放った。私、こう見えて警察官なの。そう言うと、彼女はスーツの内ポケットから警察手帳を取り出した。君、今夜はゆっくり警察署で過ごす覚悟はできてる？その言葉に、俺の背筋が凍るのを感じた。これは立派な暴行罪。はい、おとなしくついてきて。抵抗は状況を悪くするだけよ。彼女の声は冷たく、そして威厳に満ちていた。その時、俺の肩にかけていたバッグの中から小さな電子音が鳴った。しまった。ノートパソコンのバッテリー警告か。慌ててバッグに手を伸ばした俺だったが、緊張のせいか手が滑ってしまう。バッグからノートパソコンが滑り出て歩道に落ちてしまった。カバーが開き、画面が点灯する。大丈夫ですか？彼女が俺に近づき、落ちたノートパソコンを拾おうとする。その瞬間、彼女の目が画面に釘付けになった。これは？画面には、俺が先ほどまで作業していたプログラムのコードが表示されていた。複雑なアルゴリズムや暗号化のルーチンが並んでいる。あなた、もしかして。彼女の口調がさっきまでの厳しさを失っていく。驚きと興味が入り混じった表情で、彼女は俺を見つめた。これ、あなたが書いたの？はい、仕事で。俺は言葉を濁らせながら答える。そして、俺の胸の中で別の種類のドキドキが始まった。なんだこの状況。彼女は俺のノートパソコンを丁寧に拭きながらじっと画面を見つめていた。その表情は先ほどまでの冷たさとは打って変わって何か企んでいるような艶めかしさすら感じられた。しばらくの沈黙の後、彼女はゆっくりと顔を上げ、俺の目をまっすぐに見つめた。ねえ、
その小姉に、俺は思わず息を飲んだ。明日の夜、暇？え？突然の問いかけに、俺は戸惑いを隠せない。暇だけど。彼女は、艶のある黒髪を指で軽くかき上げながら、妖艶な笑みを浮かべた。じゃあ、明日の夜8時に、駅の東口で待ってるね。はあ？困惑する俺をよそに、彼女は警察手帳をしまいながら、耳元で囁くように言った。2人で、いいことしましょう。そう言うと、彼女は軽くウインクして、夜の闇に溶け込むように歩き去っていった。俺は呆然と、その後ろ姿を見送るしかなかった。今の、まさか。いや、でも、警察の人だよな。頭の中は混乱し、心臓は激しく鼓動を打っていた。彼女の香りが、まだ鼻孔に残っている。この出会いが、俺の人生を大きく変えることになるとは、その時はまだ知る由もなかった。次の日の夜、駅前の広場で、俺は落ち着かない様子で左右に体重を移動させていた。時計を見るたびに心臓が跳ね上がる。まさか、あの美人が本当に来るのか？昨日の夜、酔った勢いでビールをこぼしてしまったあの美人。警察だって言ってたけど、なんでこんな約束をしたんだろう。謝ろうとして触ってしまった柔らかな感触が、まだ手に残っている。畜生、俺ってほんと。自己嫌悪に陥りそうになったその時、彼女の姿が見えた。いや、来た。俺の声は自分でも驚くほど上ずっていた。彼女は昨日とは打って変わって、白のブラウスにタイトスカートという、きれいめカジュアルな格好。それでも、その美しさは際立っていた。俺は思わず息を飲む。お待たせしました、高橋さん。彼女の声を聞いただけで、俺の心臓はバクバクと音を立て始めた。いや、全然。緊張のあまり、声が裏返りそうになる。彼女は、艶のある黒髪を指で軽くかき上げながら、俺の目をじっと見つめた。そして、少し声を落としていった。ねえ、高橋さん。もっと静かで、誰にも邪魔されないところがいいな。二人きりでゆっくり話したいことがあるの。彼女の唇が妖艶に微笑むのを見て、俺の心臓は激しく鼓動を打ち始めた。彼女の提案に、俺は無意識にうなずいていた。人通りの少ない裏通りに入ると、彼女は立ち止まった。俺も慌てて足を止める。これって、まさか告白？いや、警察の人だぞ。でも、なんで人気のないところに。妄想が暴走し始めた。頭の中では、彼女が俺に熱い視線を送りながら近づいてくるシーンが勝手に再生されていた。高橋さん？はい。思わず大きな声で返事をしてしまう。彼女は少し驚いた表情を浮かべた。私、あなたのこと好きっていうか。うわ、来た。マジで告白？あなたの力が。力？俺の男の力ってこと？俺の顔が真っ赤になるのを感じる。冷や汗が背中を伝え落ちる。必要なんです。必要？俺が？頭の中が真っ白になる。心臓の鼓動が耳元で鳴り響いている。俺もあなたのこと。彼女が首をかしげる。付き合うのはちょっと早いかなって。はぁ？彼女の困惑した表情を見て、やっと現実に引き戻された。なんでもないです。警察の仕事の話でしたよね。彼女は一瞬呆れたような表情を浮かべたが、すぐに真剣な顔つきに戻った。あなたの協力が必要なの。予想外の言葉に、俺は目を丸くした。サイバー犯罪の捜査よ。あなたのスキルが必要なの。俺の中で何かが崩れ落ちる音がした。まるで砂の城が波に飲み込まれるように。俺、普通のプログラマーですよ。必死に平静を装おうとする。彼女は小さく笑った。普通じゃないでしょ？昨日あなたのコードを見たわ。
あれはただものじゃない。彼女は俺の困惑した表情を見つめながら少し表情を和らげた。彼女の眼差しが昨日見たパソコン画面を思い出すかのように遠くを見つめる。あのコード、普通じゃないわ。あれだけの技術を持っている人はそうそういないもの。それに、あなたの素性も調べさせてもらったわ。俺が言葉を探している間に彼女は姿勢を正した。その仕草はさっきまでの妖艶な雰囲気とは打って変わって凛とした印象に変わる。改めて、私は警視庁サイバー犯罪対策課の木村誠よ。彼女は警察手帳を取り出し俺に見せた。最近、複雑なサイバー攻撃が増えていて、私たちだけでは対処しきれない状況で、彼女の声には少し焦りのようなものが混じっていた。だからこそ、あなたのような腕利きの協力が必要なの。彼女の真剣な眼差しに俺は言葉を失った。彼女の態度はさっきまでの色気のある雰囲気から一転、プロフェッショナルそのものだった。それでも、その凛とした姿に俺は思わず見とれてしまう。高橋さん、力を貸してもらえませんか？冷や汗が背中を伝う。俺は必死にごまかそうとした。いや、プログラミングはただの趣味で。高橋さん？木村さんの声が低くなる。正直に話してくれないと。え？昨日の事故、上司に報告しなきゃいけないかも。俺の顔が真っ赤になる。昨日、彼女の胸に触れてしまった時の柔らかな感触が蘇ってくる。あれは本当に事故で。知ってるわ。でも報告されたら少し面倒かもしれないでしょ。木村さんの笑顔が急に危険なものに見えてきた。俺は深呼吸をして、木村さんの真剣な眼差しを見返した。わかりました。協力します。木村さんの顔に安堵の表情が広がる。ただし、俺は言葉を続けた。条件があります。条件？木村さんが首をかしげる。匿名でお願いします。俺の正体は誰にも明かさないでください。木村さんは少し考え込むような表情を見せたが、すぐにうなずいた。了解しました。匿名での協力ですね。彼女は微笑んで言った。よし、じゃあ早速だけど。木村さんはスマートフォンを取り出した。このアプリをインストールしてもらえる？これで連絡を取り合いましょう。俺はスマートフォンを取り出し、指示された通りにアプリをインストールした。これからは、このアプリを通じて情報をやり取りするわね。木村さんは説明を続けた。緊急の場合は、ここに設定されている専用回線で直接連絡が来るようになってるから。俺は黙ってうなずいた。最初の任務は、木村さんは声を潜めた。ある企業のネットワークに不審なアクセスがあったの。それを調査してほしいんだけど。木村さんの説明を聞きながら、俺は自分がこれから歩む道のりに思いを馳せた。危険で、しかし魅力的な未知の世界。そして、その世界への案内人である彼女。なんてこった。こんなことになるなんて。でも不思議と、恐れよりも期待の方が大きかった。わかりました。俺は答えた。やってみます。木村さんは満足げに微笑んだ。じゃあ、これからよろしくお願いします。その言葉に、俺は思わずドキッとした。こうして、俺と木村さんの危険で刺激的な密かな協力関係が始まったのだった。それから数週間、俺と木村さんは忙しい日々を送っていた。新しい情報が入ったわ。深夜、アプリを通じて木村さんの声が響く。俺は眠い目をこすりながらパソコンに向かった。了解、今確認します。画面には、ある大手企業のセキュリティシステムへの不審なアクセスログが表示されている。これは、俺の指が素早くキーボードを叩く。複雑に絡み合ったコードの中から、俺は侵入者の痕跡を見つけ出していく。木村さん、これはランサムウェアの新種です。
でもこいつのパターン、どこかで見たことがある。え、どういうこと？ああ、去年話題になったブラックシャドウってハッカー集団。あいつらの手口に似てる。まさか。木村さんの声に緊張が走る。それから数時間、俺たちは必死にコードを解析し、対策を練った。夜が明ける頃、やっと攻撃を食い止めることができた。やった。木村さんの声に安堵が混じる。ありがとう。いえいえ。俺は照れくさそうに答えた。こんな日々が続いた。銀行のオンラインシステムへの不正アクセス。個人情報の大量流出事件。政府機関へのサイバー攻撃。次々と襲いかかる難題に、俺と木村さんは二人三脚で立ち向かっていった。ある日の夕方、久しぶりに顔を合わせての打ち合わせをしていた俺たち。ねえ、ゆきくん。木村さんが真剣な表情で俺を見つめる。何ですか？あなたのおかげで、この2ヶ月で7件もの大きな事件を解決できたのよ。まあ、木村さんがいなかったら、俺には何もできなかったですけどね。木村さんは少し考え込むような表情をした後、柔らかな笑顔を浮かべた。あなたに声をかけて本当によかったわ。その言葉に、俺は思わず心臓が高鳴るのを感じた。まずいな。こんなに嬉しくなっちゃって。いえ、俺こそ。言葉を詰まらせる俺を見て、木村さんは少し表情を曇らせた。でもね、ゆきくん。私ね、サイバー攻撃って本当に許せないのよ。彼女の声に、これまで聞いたことのない強い感情が混じっていた。え？匿名性を悪用して、罪のない人たちを傷つける。そんな卑劣な行為、絶対に許せないわ。誰かを守るどころか、ただ壊すためだけに。彼女の目に怒りと悲しみが浮かんでいるのが見えた。木村さん。俺は彼女の様子に少し驚きながら、その言葉の重みを感じていた。ごめんなさい。急に熱くなっちゃって。彼女は少し照れたように笑った。でも、あなたと一緒に戦えるって思うと、心強いの。その言葉に、俺は胸が熱くなるのを感じた。俺も木村さんと一緒に頑張りたいです。木村さんは満足そうにうなずいた。ありがとう、ゆきくん。これからもよろしくね。俺たちは互いに微笑み合った。その瞬間、この仕事の重要さと二人の絆の深まりを感じずにはいられなかった。ある日の夕方、俺は新しいセキュリティシステムの設計図を見せるため、木村さんのデスクに向かった。木村さん、ちょっといいですか？ええ、どうしたの？俺は自信を持って話し始めた。実は、新しいセキュリティプロトコルを考えたんです。これを実装しておけば、今後のサイバー攻撃の大半を防げると思うんですが、木村さんは驚いた表情で俺の資料を見つめた。まあ、これはすごいわ。自分で考案したの？はい。最近の攻撃パターンを分析して、こういうのがあればいいなって。木村さんは感心したようにうなずいた。本当に素晴らしいわ、ゆきくん。こんな先を見越した対策、私たちだけでは思いつかなかったわ。俺は少し照れながらも胸を張った。ありがとうございます。早速実装に取り掛かりますね。その日から俺はより積極的にシステムの改善や新しい対策の提案を始めた。木村さんや他の警察関係者たちは俺の提案に驚きつつも次第に全面的な信頼を寄せるようになっていった。数週間後、大規模なサイバー攻撃に対処するため、俺と木村さんは深夜まで事務所に残っていた。やっと終わった。俺は疲れ切った声でつぶやいた。振り返ると、木村さんがデスクに伏せて寝ていた。こんな姿初めて見たな。俺は静かに近づき、彼女の寝顔を見つめた。普段の凛とした表情とは違う柔らかな寝顔に思わず見とれてしまう。木村さん、
そっと肩に手を置こうとした瞬間、彼女が目を覚ました。あ、ゆきくん？まだ半分眠そうな彼女と目が合い、俺は慌てて手を引っ込めた。ごめん、起こすつもりじゃ。ううん、大丈夫。彼女は少し赤面しながら言った。あ、作業は？終わったよ。木村さんが寝てる間に。そう、ごめんね、寝ちゃって。いいよ。木村さん、最近無理してたもんな。俺たちは少し間を置いて見つめ合った。ねえ、ゆきくん。ん？私ね、あなたのおかげで本当に助かってるの。最近の積極的な姿勢とか、本当に頼もしくて。その言葉に、俺は胸が熱くなるのを感じた。俺こそ、木村さんがいなかったら、ここまでやれてなかった。木村さんは優しく微笑んだ。お互い様ね。でも、もう木村さんじゃなくて、誠でいいよ。え？ずっと一緒に働いてるのに、まだ名字で呼ぶなんておかしいでしょ？俺は少しためらいながらも、口に出してみた。わかった、誠。彼女の名前を呼ぶと、なぜか二人の間の空気が変わった気がした。じゃあ、帰ろっか。誠が立ち上がりながら言った。事務所を出るとき、俺たちは普段よりも少し近い距離で歩いていた。これからどんな関係になっていくのか、まだわからない。でも、確かに何かが変わり始めていることは感じていた。それから1ヶ月後、俺は高級ホテルの入り口で落ち着かない様子で左右を見渡していた。ネオンに彩られた夜の街を背に、ガラス張りの豪華なロビーを見上げる。何度も袖口を直したり、ネクタイを締め直したりしている。なんで俺がこんなところにいるんだろう。そう考えると、数日前の誠との会話が蘇ってきた。あれは確か火曜日の夕方。いつものように暗号解読の作業を終えたところだった。ゆきくん、ちょっといいかしら。どうしたの？なんか珍しく丁寧だね。誠は少し微笑んで言った。実は少し大事な話があるの。俺は眉を潜めた。誠がこんな言い方をするのは珍しい。何？気になるな。ねえ、ゆきくんは金曜日の夜、予定ある？特にないけど。誠は少し興奮した様子で続けた。実はね、上の人たちが私たちにお礼がしたいって言ってるの。お礼？俺たちに？そうよ。この前の暗号解読とか、ゆきくんの協力のおかげで、操作がすごく進んだみたいで、高級レストランで会食よ。素敵でしょ？高級レストラン。その言葉だけで、俺の背筋が凍りついた。昔からそういうかしこまった席は苦手だ。いや、俺はパスするよ。誠が言ってくれれば。ダメよ。ゆきくんも絶対来てちょうだい。誠が真剣な顔で言う。俺みたいなのが言っても場違いだって。誠は優しく微笑んだ。そんなことないわ。ゆきくんの力があったからこそなのよ。俺がためらっているのを見て、誠は少し声のトーンを落とした。それにね。それに？私、ゆきくんと一緒に行きたいな。その言葉に、俺は思わず顔が熱くなるのを感じた。わかったよ。行くよ。俺はため息をつきながら、それでも少し嬉しそうな顔をしていた。高級レストランの個室は華やかな雰囲気に包まれていた。テーブルには高級な食器が並び、柔らかな照明が部屋全体を暖かく照らしている。俺は誠の隣に座り、警視庁の上層部の人たちと向かい合っていた。村上本部長を中心に数人の偉そうな人たちが笑顔で会話を楽しんでいる。高橋くん、本当に素晴らしい仕事ぶりだ。村上本部長が俺に向かって微笑んだ。君の暗号解読能力には本当に感心させられるよ。ありがとうございます。俺は少し緊張しながら答えた。でも、木村さんの指導があってこそです。誠が優しく微笑む。ゆきくん、自分の能力をもっと信じていいのよ。会話が進むにつれ、料理が次々と運ばれてきた。
フォアグラにキャビア、高級な和牛のステーキ、見たこともないような豪華な料理の数々に、俺は戸惑いを隠せなかった。どうだ？うまいだろ？隣の偉い人が俺に話しかけてきた。はい、とても。俺は何と言っていいかわからず、ぎこちなく答える。酒が進むにつれ、周りの会話はどんどん盛り上がっていく。しかし、俺はどこか場違いな感じがして、居心地の悪さを感じていた。フォークとナイフを使う手つきも、どこか不自然だ。すみません。ちょっと席を外します。俺は立ち上がり、個室を出た。廊下に出ると、深いため息をついた。やっぱりこういうの苦手だな。トイレに向かう途中、ふと、後ろから声をかけられた。やあ、高橋くん。振り返ると、見知らぬ中年の男性が立っていた。はい。俺は戸惑いながら答える。私は佐藤。サイバー犯罪対策課の者だ。男性が自己紹介する。君の噂は聞いているよ。はい。お世話になっております。俺は慌てて答える。佐藤はちらりと周囲を見回すと、俺に近づいてきた。高橋くん、一つアドバイスをしてもいいかな？はい。佐藤の声が低くなる。君は確かに才能がある。だが、深入りしすぎるのは危険だ。身の安全を考えるなら、ここらで手を引いた方がいいかもしれないぞ。俺は言葉を失う。佐藤はにやりと笑うと、考えておくんだな、と言い残して立ち去った。トイレに入り、冷たい水で顔を洗う俺。鏡に映る自分の顔が青ざめているのが分かった。なんだよあれ。俺の頭の中は混乱していた。何が危険なんだ？何から手を引けばいいんだ？そしてなぜ佐藤は俺にそんなことを？個室に戻る途中、誠の笑顔が頭に浮かぶ。彼女を危険に巻き込むわけにはいかない。でも、このまま続けるべきなのか。それから、俺は佐藤のことが頭から離れなかった。あれから数日が経った。俺の周りは今のところいつもと変わらない。今日も警察が借りているオフィスビルの一室で、いつものように暗号解読の作業をしていた。だが、佐藤の言葉が頭から離れず、集中できずにいた。深入りしすぎるのは危険だ。手を引いた方がいい。何度考えても、その意味がわからない。俺は何か危険なことをしているのか？それとも、突然、携帯電話が鳴った。画面を見ると、誠からだった。もしもし、木村さん？ゆきくん、誠の声には焦りが混じっていた。今すぐテレビをつけて。どうしたの？とにかく、ニュースを見て。慌ててリモコンを探し、テレビのスイッチを入れる。画面に映し出されたのは、緊急ニュース速報の文字。速報。警察協力者。実は高名な犯罪者の息子だった。俺は思わず、携帯を落としそうになった。アナウンサーの声が響く。警視庁のサイバー犯罪対策に協力していた人物が、5年前に大規模な企業犯罪で逮捕された高橋元 IT 企業社長の息子であることが判明しました。警察は、頭が真っ白になる。どうして母さんのことが。ゆきくん。電話の向こうで、誠が必死に呼びかけているのが聞こえた。木村さん、これどういうこと？私にもわからないわ。誠の声も震えていた。でも今すぐそこを出て、記者たちがそっちに向かっているわ。その時、廊下から騒がしい声が聞こえ始めた。ここだ。高橋由紀はこの中にいる。高橋さん、コメントをお願いします。パニックに陥りそうになる俺。どうすればいい？逃げるべき？それとも。ゆきくん、聞いて。誠の声が落ち着きを取り戻していた。裏口から出て。そこに私が車で待ってるから。でも、説明は後よ。急いで。通話が切れた。俺は深呼吸をして、自分を落ち着かせようとした。ドアの向こうでは、
記者たちの声がどんどん大きくなっている。俺は急いでパソコンをシャットダウンし、最小限の荷物だけを掴んだ。裏口に向かいながら、頭の中は混乱していた。なぜ母さんのことが明るみに出たんだ？誰がリークした？そして、これからどうなるんだ？裏口のドアに手をかけたとき、携帯が再び鳴った。知らない番号だ。迷った末、俺は電話に出た。もしもし。やあ、高橋くん。聞き覚えのある声。佐藤だった。警告したはずだがな。深入りするなと。通話が切れる。俺の手が震えていた。深呼吸をして、俺は裏口のドアを開けた。そこには、約束通り誠の車が待っていた。これから何が起こるのかわからない。でも、今はとにかく逃げるしかない。誠の車は、喧騒から離れた静かな公園の駐車場に止まった。エンジンを切った後、しばらくの間、車内は重苦しい沈黙に包まれていた。ゆきくん。誠が静かに呼びかけた。俺は窓の外を見つめたまま、深いため息をついた。誠、俺、話さなきゃいけないことがあるんだ。誠はじっと俺を見つめていた。その眼差しに、俺は胸が締め付けられる思いがした。5年前の事件。あれは、本当に俺の母さんが起こしたんだ。誠は小さくうなずいた。ニュースで言っていたことね。ああ。俺は拳を握りしめた。母さんは大規模な不正をやらかしたんだ。顧客の個人情報流出、違法な資金操作、全部本当だった。誠の表情が複雑に変化するのが見えた。俺は深く息を吐き、5年前の記憶をたどり始めた。あれは5年前のことだった。母さんは IT 企業の社長で、俺はそこでエンジニアとして働いていた。母さんの会社はセキュリティソフトウェアの開発で急成長していて、業界では誰もが知る存在だった。母さんはよく俺のことを天才エンジニアって呼んでた。社内のミーティングでも取引先との会食の席でも、うちの息子はねって自慢するのが日課みたいなもんだった。正直恥ずかしかったよ。でも、どこか嬉しくもあった。俺は必死で母さんの期待に応えようとしてた。朝早くから夜遅くまで新しいアルゴリズムの開発に没頭してた。母さんの笑顔を見るのが何よりの励みだった。ある日、大手企業との大型契約が決まって、会社中が祝賀ムードに包まれた。その夜、母さんと2人で乾杯したんだ。ユキ、あなたのおかげよって。母さんが言ってくれて、俺は本当に幸せだった。でも、そのわずか1週間後、すべてが崩れ去った。朝、会社に行くと、異様な雰囲気だった。社員たちが慌ただしく動き回り、警察が社内を捜査していた。そして、テレビに映し出される母さんの姿。IT 企業社長、顧客情報流出と巨額横領の疑いで逮捕。俺は目を疑った。母さんが、あの母さんが。でもそれは現実だった。母さんは何年もの間、裏で違法な資金操作をしていた。顧客の個人情報を闇サイトに流していた。俺たちが必死で開発していたセキュリティシステムには、最初からバックドアが仕込まれていたんだ。世間は、俺たちを袋叩きにした。新聞やテレビは連日、スキャンダルを報じた。俺の人生も一夜にして地獄に突き落とされた。就職先は、すべて内定を取り消し、友人たちは次々と離れていった。最後に母さんに会ったのは留置所だった。ユキごめんね。たったそれだけ。俺の人生を台無しにしておいて、たったそれだけ。あの日以来、俺は母さんに会っていない。恨みしか感じない。俺の人生を、俺の未来をすべて奪っていったんだから。だから、ハッキングの世界に逃げ込んだ。そこでなら、誰も俺の過去を知らない。
ただの俺でいられる。だから、俺は一度深く息を吐いて、誠の顔をまっすぐ見つめた。涙が頬を伝うのを感じながら、震える声で続けた。実は、最初は誠との仕事を少し手伝ったら辞めるつもりだったんだ。誠の目が少し大きくなる。あの頃の俺は、誰も信じられなかった。誰かと関わることが怖くて。でも、誠は違った。俺は少し言葉を詰まらせる。誠は俺のことを、ただの俺として見てくれた。過去なんて関係なく。ゆきくん。だんだんと仕事が楽しくなってきた。誠と一緒に難しい暗号を解読したり、犯罪者を追い詰めたり、そんな日々が俺に生きる意味を与えてくれたんだ。俺は拳を強く握りしめた。でも同時に罪悪感も大きくなっていった。俺は犯罪者の息子なんだ。そんな奴が警察の仕事を手伝っていいのかって。誠は黙って聞いていた。毎日が葛藤だった。誠に本当のことを話したい。でも話せば全てが終わってしまう。俺はまた一人になる。そう思うと怖くて仕方なかった。俺の声が震えていた。俺は卑怯者だ。誠を騙し続けて。でも誠との日々が俺にとってかけがえのないものになっていたんだ。今まで言えなくてごめん。俺は顔を伏せたまま謝罪した。ゆきくん？誠の声は冷静だった。実は、私たちは最初からあなたのことを知っていたの。俺は驚いて顔を上げた。どういうこと？誠は深呼吸をして整理するように話し始めた。私たちも警察だから、協力者の背景調査は徹底的にやるの。あなたが犯罪者の息子だということは、最初から分かっていた。俺の中で様々な感情が渦を巻いたが、誠は淡々と続けた。最初は様子を見ていたわ。あなたが本当に信頼できる人なのか、犯罪に手を染めていないかを確認する必要があった。じゃあ、俺との仕事も。誠は小さくうなずいた。最初は、そういう側面もあったわ。でも、ゆきくんと一緒に仕事をするうちに、彼女の声が少し柔らかくなった。あなたは、そういうことをする人じゃないという確信が持てたの。誠の目が少しずつ感情を帯びてきた。ゆきくん、あなたはあなた。犯罪者の息子だからといって、それがあなたの全てを決めるわけじゃない。あなたの技術は本当に素晴らしいわ。これからも必要不可欠よ。それに、彼女の声が少し震えた。今の私にとって、あなたという人が必要なの。あなたと一緒だったからここまで来れた。誠の目にうっすらと涙が浮かんでいるのが見えた。騙し合っていたのはお互い様ね。彼女は苦笑いを浮かべた。私も許してくれる？その言葉に俺の中の緊張が溶けていくのを感じた。もちろん、誠の方に一筋の涙が伝った。ゆきくん、これからは隠し事なしでいけるわよね。俺は深く息を吐いて、誠の目をまっすぐ見つめ返した。ああ、もう隠すことはない。すべてさらけ出して、一緒に頑張っていこう。誠は涙を拭いながら微笑んだ。うん、そうしましょう。俺たちは静かに見つめ合った。その瞬間、新たな信頼関係が生まれたのを感じた。じゃあ、改めて。俺は誠に向かって手を差し出した。俺、高橋由紀。元犯罪者の息子で、今はハッカー、よろしく。誠は涙混じりの笑顔で、その手を取った。木村誠、警察官で、あなたのパートナー。これからもよろしくね、ゆきくん。車内に暖かな空気が流れた。窓の外では、夕日が静かに沈みかけていた。新たなショーの始まりを告げるかのように。車内の空気が少し変わった。誠が、俺をじっと見つめ、少しためらうように口を開いた。ゆきくん、あなたのことがリークされた件なんだけど。ああ、あれか。俺は少し身を乗り出した。
何か分かったのか？誠は慎重に言葉を選びながら続けた。怪しい点が多いの。普通、こういった情報が外部に漏れるのは極めて異例なことよ。そうだよな。それに、誠の目が鋭くなる。犯人の目星はついているわ。俺は驚いて目を見開いた。まさか。誠はゆっくりとうなずいた。ええ、佐藤課長よ。その瞬間、俺の中で何かが弾けた気がした。実は、俺は深呼吸をして、誠の目をまっすぐ見た。数日前に、佐藤に釘を刺されたんだ。え？今度は誠が驚いた顔をした。どういうこと？俺は、高級レストランでの出来事を詳しく話し始めた。トイレで佐藤に会ったこと。彼の警告めいた言葉。そして、深入りしすぎるのは危険だという脅し。誠は真剣な表情で聞いていた。話を得ると、彼女は深くため息をついた。やっぱり。どうして佐藤がこんなことを？俺は首をかしげた。誠は少し考え込んでから答えた。佐藤課長、5年前の事件にも関わっていた可能性が高いの。あなたが調査を進めれば、彼の立場が危うくなる。そう考えたんじゃないかしら。それってどういう？5年前の事件、私も独自に調査を続けていたの。俺は驚いて目を見開いた。そう。誠の声に力が込められた。父は、あの時、あなたのお母さんの会社のセキュリティ責任者だったの。スキャンダルが発覚した時、父は全ての責任を問われたわ。セキュリティの甘さが原因だと。あの事件で、私の父が失脚したから、家族のために真実を知りたかったの。誠は声を震わせながら言った。そして、誠は続けた。あなたが私たちの部署に協力するようになって、状況が変わったのよ。俺が？誠はゆっくりとうなずいた。ええ。あなたは事件の内部事情を知っている可能性が高い。そう考えたのは私だけじゃないはず。俺は誠の言葉の意味を理解しようと必死だった。つまり、佐藤が俺を遠ざけようとしたのは、そう。あなたと私が近づくことで、真相に迫る可能性が高くなったから。誠の目が鋭く光った。佐藤課長は、それを恐れたんじゃないかしら。俺は息を飲んだ。すべてが繋がり始めた気がした。だから俺の過去をリークして。ええ、あなたの信用を失墜させ、調査から遠ざけようとしたのよ。俺は拳を握りしめた。くそ。誠は俺の手を優しく握った。でもユキ君、これで私たちの推測が正しいという確信が持てたわ。俺は顔を上げ、誠の目をまっすぐ見つめた。そこには強い決意が浮かんでいた。一緒に戦おう、ユキ君。佐藤課長の罪を暴き、5年前の真実を明らかにするの。私の父のため、あなたの母さんのため、そして私たち自身のためにも。俺はゆっくりとうなずいた。ああ、必ず。誠と一緒ならきっとできる。二人は固く手を握り合った。車窓の外では夜空に星が瞬き始めていた。ユキ君、しばらく私のアパートに来て。誠が真剣な表情で言った。あなたの身を隠すには、ここが一番安全だわ。俺は少し躊躇したが、うなずいた。誠のアパートに到着すると、玄関の前で二人とも一瞬立ち止まった。誠が少し赤面しながら言う。少し散らかってるかもしれないわ。気にしないよ。俺は微笑んだが、自分の心臓の鼓動が速くなるのを感じた。ドアが開き、二人は中に入った。誠のアパートは小さいながらも清潔で、どこか温かい雰囲気があった。ここで調査を進めましょう。誠が言いながら、リビングテーブルの上に資料を広げ始めた。やっぱり、佐藤はなかなか尻尾を出さないわね。誠がため息をつく。俺はうなずきながら、警察の資料も思ったより調べられないんだな、と言った。
誠は悔しそうに唇を噛んだ。内部からのアクセスも制限されてるみたい。まるで誰かが意図的に。俺たちの調査を妨害しているみたいだな。俺が言葉を継ぐ。沈黙が流れる。行き詰まりを感じる二人の間に重苦しい空気が漂う。突然、俺の中でアイデアがひらめいた。一つだけ方法があるかもしれない。誠が顔を上げる。何？俺は少しためらいながら言った。母さんだ。母さんなら何か知ってるかもしれない。誠の目が大きく開いた。お母さん？でも、あれから一度も会ってないんでしょ？ああ。俺はうなずいた。どうなるかわからない。でも、聞くだけ聞いてみる価値はあると思う。誠は心配そうな顔をした。大丈夫？お母さんとの関係、複雑だって言ってたじゃない。俺は深呼吸をした。正直、怖いよ。でも、今はこれしか道がない気がする。誠はしばらく考え込んでいたが、やがて決意を固めたようにうなずいた。わかったわ。でも、一人で行かないで。私も一緒に行くわ。俺は驚いて誠を見た。でも、あなたを一人にはしたくないの。誠の目に強い決意が浮かんでいた。私たちはパートナーでしょ？その言葉に、俺の胸が温かくなった。ありがとう、誠。俺たちは立ち上がり、散らばった書類を片付け始めた。次の日、俺は古びたアパートの前に立っていた。心臓の鼓動が耳に響く。5年ぶりだ。母に会うのは。あの日から、俺の人生は地獄だった。でも、今ならわかる。すべては闇の中に隠された真実のせいだって。すべてを明らかにするために、俺はここにいる。誠は車で待っていてくれている。俺は大丈夫だ。深呼吸を繰り返し、階段を上る。3階、402号室。母の新しい住処だ。震える手でインターホンを押す。長い沈黙の後、ドアが開いた。ゆき。母の姿は、俺の記憶とは大きく異なっていた。かつての華やかさは消え、疲れた表情で俺を見つめている。久しぶり。俺は震える声で話し始めた。何しに来たの？母の声は予想以上に冷たかった。母さん、頼む。俺は必死に言葉を紡いだ。5年前のスキャンダルのこと、教えてほしいんだ。今、いろいろ調べてて、真実が知りたいんだ。調べる？母は嘲笑うように言った。あなたに何がわかるっていうの？母は深いため息をついた後、冷たく続けた。出来損ないのあんたに何ができるっていうのよ。私が天才ってもてはやしてやったけど、結局あんたのヘマで全部計画がパーになった。そんなあんたにできることなんて何もない。母さん、もう二度と来ないで。母の最後の言葉が氷のように冷たく部屋に響く。俺は重い足取りでそこから出て行った。そして、待っていてくれた誠の車のドアを開け、助手席に崩れるように座り込む。ゆきくん。誠の声が遠くから聞こえてくるようだった。俺は何も言えず、ただ前を見つめていた。母の冷たい言葉が頭の中でぐるぐると回り続けている。誠が静かに車を発進させた。しばらくの間、車内は沈黙に包まれていた。ゆきくん。誠が優しく呼びかけた。あなたは一人じゃないわ。その言葉に、俺の目に涙が溢れた。母さんは、俺のことを出来損ないだって。もう他人だって。誠が車を路肩に寄せ、エンジンを切った。そして、俺の方を向いた。違うわ。誠の声には強い確信があった。あなたは素晴らしい人よ。頭が良くて、優しくて、正義感が強くて。俺は顔を上げ、誠を見た。彼女の目には、真摯な思いが溢れていた。お母さんがそう言ったのには、きっと何か理由があるはず。
誠が続けた。でも、それは、あなたの価値を決めるものじゃない。誠の手が、そっと俺の手を握った。そのぬくもりが、凍えていた心を少しずつ溶かしていく。私たちには、まだやるべきことがあるわ。誠が言った。真実を明らかにして、あなたとお母さんの関係を取り戻すの。私がそばにいるから。俺は涙を拭いながら小さくうなずいた。ありがとう、誠。俺の声にはかすかな希望が宿っていた。誠が優しく微笑んだ。さあ、帰りましょう。お茶でも飲んで落ち着いたら、次の手を考えましょう。俺は深呼吸をした。母との対面は辛かった。でも誠がいる。もう俺は一人じゃない。それから数日後、誠のアパートのリビングで散らばった資料の山に囲まれ、俺はため息をついた。どうしてもダメか。5年前の事件を調べ始めて数週間。だが、どうしても決定的な証拠にたどり着けない。警察のセキュリティシステムは想像以上に堅固で、俺のハッキング技術では太刀打ちできなかった。八方塞がりだ。これ以上前に進める気がしない。玄関のドアが開く音。誠が帰ってきた。ただいま。その声に、いつもと違う重さを感じた。おかえり。俺は振り返って誠を見た。彼女の表情に暗い影が差していた。どうした？誠は深呼吸をして、ゆっくりと話し始めた。上層部から、あなたのことで話があったの。俺の心臓が早金を打ち始める。警察への協力をやめてほしいって。その言葉に、俺の中で何かが崩れ落ちた。そうか。俺は静かに言った。わかった。え？誠が驚いた顔をする。俺、出て行くよ。なんで？誠が食い下がる。捜査は一緒にできなくても、ここにいる分には問題ないじゃない。俺は首を横に振った。ダメだ。俺と一緒にいることで、誠にも風当たりが強くなる。そんなの気にしないわ。誠が俺の腕をつかむ。私は、あなたと一緒にいたい。その言葉に、胸が痛んだ。俺だって、誠と一緒にいたい。俺は誠の目をまっすぐ見た。でも、それじゃ誠の将来まで台無しに。君に俺と同じような思いを味わってほしくないんだ。誰かのせいで人生が台無しになってしまうなんて、そんな人生。そんな、今まで本当にありがとう。俺は微笑もうとしたが、歪んだ表情になっただけだった。誠がいてくれたからここまで来られたんだ。誠の目に涙が浮かんでいた。でも、これからどうするの？わからない。正直に答えた。でも、きっと道は見つかるはずだ。荷物をまとめ始める俺を、誠は黙って見つめていた。ドアを閉める直前、誠の泣き声が聞こえた。俺は目を強く閉じ、そのまま歩き出した。俺は、誠のアパートを後にし、どこへともなく歩いていた。頭の中は真っ白で、これからどうすればいいのか、まるで見当もつかない。くそ。歯を食いしばりながら、ふと立ち止まる。目の前には、かつて母さんの会社があったビルが見えた。すべてはここから始まったんだ。ポケットの中で、携帯が震える。メールだ。差出人不明。なんだこれ。戸惑いながらもメールを開く。高橋由紀殿。あなたの探している真実はまだ明らかにされていません。しかし、その鍵はあなたの手の中にあります。警視庁本部ビル、明日の午前0時、最上階の特別会議室にすべての答えがあります。この機会を逃せば、二度と真実にたどり着くことはできないでしょう。選択は、あなたの手に委ねられています。TK。俺は息を飲んだ。この TK は誰だ？そしてなぜこんな情報を。しかし、直感が俺に告げていた。これは本物だと。
携帯を握りしめ、俺は空を見上げた。雨上がりの夜空に、かすかに星が瞬いている。よし。決意が胸の中で固まっていく。これが最後のチャンスかもしれない。すべてをかけて真実にたどり着いてみせる。もう一度携帯を見る。誠に連絡を取るべきか迷う。でも、彼女を危険に巻き込むわけにはいかない。すまない誠。心の中でそうつぶやき、俺は歩き出した。警視庁本部ビルへの道を頭に描きながら、東京の夜景が輝く中、警視庁本部ビルが巨大な影となって立ちはだかっていた。時計は午前0時を指す5分前、俺は建物の影に身を隠し、最後の確認をしていた。行くぞ。深呼吸をしてビルに向かって歩き出す。セキュリティゲートはメールで送られてきた特殊コードであっさりと突破できた。やはり内部の人間か。エレベーターに乗り込む。最上階のボタンを押す手がわずかに震えている。上昇するにつれ心臓の鼓動が速くなる。最上階に到着。廊下は不気味なほど静かだ。特別会議室の前のドアの前で立ち止まる。中からかすかに話し声が聞こえる。ここか。ドアノブに手をかける。その瞬間、携帯が振動した。見ると、差出人不明のメッセージ。準備は整いました。あとは、あなたの出番です。勇気を持って、TK。深呼吸をして、最初のコマンドを入力する。まず、警視庁のセキュリティシステムを無効化。メールで指示された特殊なバイパスコードを使用。驚くほど簡単に会議室のドアロックが解除され、監視カメラが停止した。次に、内部ネットワークへの侵入。ここが正念場だ。今まで何度試みても突破できなかった警察の最深部へのアクセス。しかし、メールに添付されていた新たなアルゴリズムを使用すると、入った!警視庁の内部サーバーへのアクセス権を獲得。膨大なデータが俺の端末に流れ込んでくる。突然、背後から声がした。見事だな、高橋くん。振り返ると、見知らぬ中年の男性が立っていた。あなたは？俺は警戒しながら尋ねた。男性は穏やかに微笑んだ。私が昨日のメールの送信者だ。木村という。木村さん？木村さんがうなずく。ああ、君には誠が世話になっているようだね。え、誠のお父さん？説明は後だ。今は最後の一押しに集中しよう。混乱しながらも、俺は大型スクリーンに目を向けた。すべての真実をここに映し出してやる。指先が再び動き出す。メールで指示された最後の手順。これで、大型スクリーンが俺の制御下に入り、会議室内のすべての電子機器をコントロールできるようになった。木村さんが満足げにうなずいた。見事だ。スクリーンには次々と衝撃的な映像や文書が映し出される。モニターを通して会議室内の混乱が見て取れる。パニックになっているようですね。俺が言う。木村さんの表情が引き締まる。ここからが正念場だ。行こう。二人は静かに立ち上がり、特別会議室へと向かう。ドアを開け、俺たちが入室すると、室内の空気が凍りついた。佐藤課長が驚愕の表情で叫ぶ。木村、貴様の仕業か！木村さんが冷静に応じる。ああ、そうだ佐藤。もう逃げ場はないぞ。俺は周囲を見回す。先ほどまでスクリーンに映し出されていた証拠の数々が、今や部屋中の人々の表情に刻まれていた。佐藤課長が俺に気づく。お前は、高橋の息子か？はい。俺は毅然と答えた。真実を明らかにするために来ました。木村さんが一歩前に出る。佐藤、お前たちの犯罪のすべてが明るみに出た。観念するんだな。佐藤の目に怒りと恐怖が交錯する。くそ！まさか木村、お前がこんな芝居を。
芝居だと？木村さんの声に力が込められる。5年前、お前たちが私を追い込んだ時から、この日のために準備してきたんだ。俺は木村さんと佐藤課長のやりとりを聞きながら、二人の因縁の深さを感じ取っていた。佐藤課長が周囲を見回す。みんな何をしている？証拠を消せ！しかし、誰も動かない。全員が、もはや抵抗は無駄だと悟っていた。もう遅いぞ佐藤。俺が言う。すべての証拠は、すでに安全な場所に保管されている。木村さんが付け加える。そして、これらの証拠はすでに検察にも送られているんだ。佐藤の顔から血の気が引いていく中、木村さんが一歩前に出た。その目には、長年抑えてきた怒りと悲しみが宿っていた。佐藤、お前は5年前、私を警察から追い出しただけでなく、私の家族まで破壊した。木村さんの声が震える。私が真実に近づこうとしたとき、お前は私の娘を人質に取った。黙っていろ。さもないと、娘の将来はないぞ、と。会議室内が静まり返る。そればかりか。木村さんは続ける。私の妻にまで圧力をかけ、家庭を崩壊させた。すべては、お前たちの犯罪を隠蔽するためだ。佐藤が歯を食いしばる。証拠はあるのか？ああ、ある。木村さんが冷静に答える。すべて記録してある。お前たちの脅迫電話も、不自然な人事異動の記録も、すべてだ。木村さんはスクリーンを指さす。そして、これらの証拠が示すのは、単なる個人の犯罪ではない。警察組織の中枢を蝕む大規模な腐敗の証拠だ。俺は息を飲んだ。木村さんは淡々と事実を語り始めた。佐藤を中心とする一部の幹部警察官たちは、長年にわたり組織犯罪グループと結託していた。彼らは警察の情報を売り、見返りに莫大な資金を得ていた。スクリーンに次々と証拠が映し出される。彼らは、高橋さんの会社のセキュリティシステムを利用して、違法な資金洗浄を行っていた。そして、それが発覚しそうになると、高橋さんを陥れ、私を追放した。佐藤が叫ぶ。黙れ！それはすべて推測だ！違う！木村さんが静かに言う。これはすべて事実だ。そして、この事実を隠すために、お前たちは何人もの人を陥れてきた。俺は拳を握りしめた。母さんのこと、誠のこと、そして木村さん自身のこと。すべてが繋がった。木村さんが最後にこう締めくくった。今日この場で長年の犯罪に終止符を打つ。佐藤。お前たちの時代は終わったんだ。部屋中が重苦しい沈黙に包まれる。佐藤の顔にはもはや言い逃れの余地がないことを悟った表情が浮かんでいた。俺は木村さんの横に立ち、静かに言った。これが私たちが明らかにしようとしていた真実です。真実が白日の下にさらされた瞬間、長年の闇が一気に晴れていくのを感じた。警視庁本部ビルの前、夜明けの光が街を照らし始めていた。検察官らが到着し、建物に入っていく。数分後、佐藤たちが手錠をかけられて連行されてくる場面が見えた。終わったんだ。俺はつぶやいた。木村さんがうなずく。ああ、長い戦いだった。人混みをかき分けるようにして、誠がかけてきた。父さん！木村さんが振り返る。誠。二人は一瞬躊躇したが、すぐに駆け寄り抱き合った。誠の目から涙が溢れ出す。抱擁が解けた後、木村さんが不思議そうに尋ねた。誠、どうして私がここにいると分かったんだ？誠は少し恥ずかしそうに微笑んだ。実は、ゆきくんからメッセージをもらったの。驚くべき協力者がいるって。木村さんは驚いた表情を浮かべた。誠は続けた。それで、私直感的に分かったの。父さんしかいないって。そうか。木村さんの目に
感動の色が浮かぶ。誠は少し声を震わせながら言った。それに、父さんの操作スタイルを感じたの。あの緻密さ、そして大胆さ。私、ずっと父さんの娘だったんだなって。木村さんは優しく誠の頭を撫でた。さすが我が娘だ。鋭い洞察力だ。二人は微笑み合い、再び抱き合った。深呼吸をして、木村さんが続ける。誠、よければまた家族で暮らさないか。誠の目が大きく見開かれる。一瞬の沈黙の後、彼女の顔に笑顔が広がる。もちろんだよ、父さん。誠が涙を拭いながら答える。私たち、また家族になれるんだね。二人は再び抱き合う。長年の誤解と苦痛が解けていくようだった。俺は少し離れたところから、その光景を見守っていた。胸が熱くなる。これが本当の家族の絆なんだ。誠が俺に気づき、顔を上げる。彼女の目は涙で潤んでいたが、その中に強い光が宿っていた。ゆきくん、誠が俺に向かって手を伸ばす。ありがとう。あなたのおかげで全てが明らかになったわ。俺は誠の元へ歩み寄り、その手を取った。いや、俺一人の力じゃない。みんなが協力したからこそだよ。その時、人々の間から一人の女性が現れた。母さん！俺は思わず叫んだ。母が晴れやかな表情で近づいてきた。木村さんが母に向かって深々と頭を下げた。高橋さん、本当にありがとうございました。あなたの協力がなければ、この事態を解決することはできませんでした。母は優しく微笑んだ。いいえ、木村さん。私がすべきことをしただけです。木村さんからの連絡で、私も事態の深刻さを理解したの。このままでは、娘さんや、ユキにまで被害が及んでしまうって、もう黙っていられないと感じたわ。母が一歩近づき、静かに話し始めた。5年前、佐藤たちは最初あなたに罪を着せようとしていたのよ。俺の目が大きく見開かれる。あの時、佐藤たちの不正が発覚したの。彼らは会社のセキュリティシステムを悪用して、違法な資金洗浄を行っていたわ。でも、佐藤たちは自分たちの罪を隠すためにとんでもない計画を立てたの。母は一瞬言葉を詰まらせ、そして続けた。あなたが天才的エンジニアだということを知っていた彼らは、すべての罪をあなたになすりつけようとしたのよ。俺は息を飲んだ。俺に？母はうなずいた。ええ、高橋の息子が天才ハッカーで、彼がシステムに侵入して不正を行った。そう仕立て上げようとしていたの。そんな、俺の声が震える。私は必死だったわ。母の目に涙が浮かぶ。どうしてもそれを阻止したくて。だから、自分がすべての責任を負うことを決意したの。母は、俺の手を取った。あなたを遠ざけたのも、すべてあなたを守るためだったの。佐藤たちがあなたに接触する口実を与えたくなかった。母さん、俺は言葉を失う。毎日が辛かった。母の声が震える。でも、あなたが安全でいられるなら、それでよかったの。木村さんが静かに言った。高橋さんの勇気ある行動が、結果的に真実を明らかにする時間を与えてくれたんだ。誠も涙ぐみながらうなずいた。本当に、ありがとうございます。母は微笑んで、俺の方に優しく手を当てた。ゆき、あなたを誇りに思うわ。そしてごめんなさい。あんなに長い間真実を隠していて。母さん、俺こそごめん。全部わかったよ。母さんの愛情も、苦しみも全部。母の目から大粒の涙が溢れ出す。あの時、あんな辛いことを言ってしまって、本当にごめんなさい。ゆき、あなたは最高の、私の大切な息子よ。感情が溢れ、俺は思わず母さんを抱きしめた。母さん、俺もごめん。声が震える。母が俺の背中をさする。
いいのよ、ユキ。あなたが無事でいてくれて。それだけで、私は幸せなの。俺たちの周りで、誠と木村さんが静かに見守っている。木村さんが柔らかく言った。これで、すべてが終わったんだ。新しい始まりだ。誠がうなずき、笑顔で言う。そうね。これからは、みんなで前を向いて歩んでいけるわ。数ヶ月後、東京の晴れ渡る空の下。警視庁の大スキャンダルは日本中を揺るがす大騒動となった。しかし、その混乱の中から新たな希望の光が生まれつつあった。警視庁の記者会見場、誠が晴れやかな表情で登壇する。本日、木村誠巡査部長の昇進を発表いたします。会場から拍手が湧き起こる。誠の目に誇りと決意の光が宿っていた。その横には俺、高橋由紀の姿もあった。また、この度の事件解決に多大な貢献をした高橋由紀氏を、警察庁サイバーセキュリティ対策室の特別顧問として迎えることとなりました。今度は、俺に向けて拍手が送られる。胸が熱くなるのを感じた。記者会見の後、廊下で木村さんと母さんが待っていた。父さん。誠が駆け寄る。木村さんが誠を抱きしめる。よくやったぞ、誠。木村さん。警視総監が近づいてきた。あなたの復職と、警察改革特別委員会への就任を承認しました。木村さんの目に涙が光る。ありがとうございます。全力を尽くします。母さんが俺に寄り添ってきた。ゆき、本当によかったわね。うん、母さん。これも母さんのおかげだよ。母さんが微笑む。私たち家族、それに木村さん家族。みんなで新しい未来を作っていけるのね。その言葉にみんながうなずいた。夕方、東京湾を見下ろす展望台。俺と誠が並んで立っている。ゆきくん。誠が俺の手を握る。ここまで来られたのはあなたのおかげよ。俺は誠を抱き寄せた。違うよ。俺たち全員の力があったからこそだ。誠が俺の胸に顔をうずめる。うん。これからもずっと一緒にいてね。あ、約束する。夕日が水平線に沈んでいく。その光が俺たちの新しい未来を照らしているようだった。長い闇のトンネルを抜け、ようやく光の中に立つことができた。家族の絆、仲間との信頼、そして愛する人との絆。これらすべてが俺たちの人生を豊かに、そして強くしていく。新しい朝が俺たち全員を待っている。その未来はきっと眩しいほど輝いているはずだ。